ああ、俺はなんて無駄な人生を送ってきてしまったんだ、という人もいますね。アダルトチルドレンは小さい頃に愛されなかったがために満たされなかったものがあったり、認知の歪みがあったりするので、いろいろなことが片付かないと自己実現に向かえないんです。それでも自分にできる生き方の中で精一杯生きています。今もこのように動画を見て精一杯生きているんです。もういい加減気づいてください。あなたは悪くありません。自分は自分にできる生き方の中で最善をしているのではないか。この視点を持ってみてください。こんにちは。自分探しイズムです。私はアダルトチルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。多くのアダルトチルドレンは、親にさえ気持ちを汲んでもらったり、理解してもらったことがありません。アダルトチルドレンは気持ちを汲んでもらったり、理解してもらう体験が必要です。でも、なかなか世間の人には理解してもらえません。むしろ白い目で見られます。まだまだ世間はアダルトチルドレンに対する偏見が強いです。アダルトチルドレンはもともと自己否定が強いので、もともとの自己否定に世間の偏見も加わって、自分自身でも自分について強い偏見を持っています。あなたは自分のことを弱い、欠陥人間、適応力がない、生きていく力がない、努力をしていないダメ人間、このように思っていませんか？もしそんな声が頭にこびりついているなら、アダルトチルドレンの克服はどんどん遠ざかってしまいます。でも大丈夫です。この動画では世間の偏見とあなた自身の偏見を俯瞰し、一緒に誤解を解消していきます。1、生き延びるために身につけた毒親対策スキル。2、アダルトチルドレンへの偏見。3、ポジティブな側面もある。4、ポイントの振り返りと補足。5、すぐにできること。このような順番で話します。生き延びるために身につけたスキルの話からします。心に問題があり、人を愛することができない親のもとに生まれれば、子供は社会でまともに生きていく力がなかなか育ちません。それどころか、小さい頃のひどい環境を生き延びるために、自分の脳を萎縮させたり、生きづらい思考回路を作ったり、毒親対策の生き方を身につけます。毒親対策の生き方とは、人によって違うけど、感情の抑制、完璧主義、他人に服従する自己犠牲、笑いで緊張を隠す、過度な自己防衛や回避傾向、他人を操作しようとする依存傾向、何から何まで自己否定、このようなスキルを身につけている人が多いです。自己否定が生き延びるためのスキルと感じる人もいると思います。これはどういうことかというと、毒親のもとで生きている小さな子供はとにかく危険なんです。一人では生きられない小さい子供にとっては、親を怒らせることは生死に関わるほどの大問題です。こういう状況下では、親が間違っていると解釈するより、自分が間違っていると思い込む方が安全です。そこで何かがあるとすぐに自分が悪いから怒られるんだと自分を責めます。そのうちそれが心の習慣になります。
自分が悪いから怒られるんだの他にも、毒親育ちは自分の感情を出すと親に否定される。少しのミスも許されない。自分さえ我慢すれば家庭は平和になる。自分は劣っていて何もできないからどうにかして誰かに依存しなくては。あるいは人と関わるといいことがないから避けよう。このような感じ方へとつながりやすいです。これは小さい頃の環境が本当にそうだったんです。この感じ方は子供時代を生き延びるために必要だったんです。そこでアダルトチルドレンは感情の抑制、完璧主義、自己犠牲的傾向、過度な自己防衛や回避傾向、他人を操作する傾向、自己否定などを身につけている人が多いです。そして人は小さい頃に身につけた生き延びるスキルはなかなか手放せません。手放そうとすると当時の恐怖がよみがえります。そして当時の恐怖とは大人が想像する恐怖とは違って一人では生きられなかった頃の恐怖です。だからただ感情を出すことやただの自己主張がありえないほどのものすごく怖いんです。そこで小さい頃に身につけた通りの生き方を繰り返します。つまり他人に支配されたり利用されやすい。どうせ自分ができるはずがないと感じ挑戦できない。他人の顔色ばかりを伺い自分のニーズを満たせない。人の優しさを信じられないので敵対的。人と関わりたくないから引きこもりがち。ひねくれた解釈ばかりをして生産的に生きられない。このような生き方になるので自分を不幸にしたり憎しみも溜まっていきます。するとどんどん生きづらくなったり人とうまくやることができなくなってしまいます。つまり小さい頃に有効だった毒親対策の生き方は大人になると自己破滅的な生き方になってしまうんです。ではアダルトチルドレンへの偏見とアダルトチルドレン自分自身が自分に対してしている偏見の話です。周りの人は今の状態しか見てくれません。今の状態とは子供の頃に満たされなかった未消化の欲求があり、大人なのに心が成長していない。子供の頃に身につけた生き延びるためのスキルを使って自滅的な生き方をしている。このような状態です。周りの人は愛されたいのに愛されなかったことや、生き延びるためのスキルを身につければならなかった事情は見てくれません。だから偏見を持つんです。人の脳は一瞬で作られるものではありません。何万時間、何万日といった長い年月をかけて今の形になっています。そこを見ずに今の状態だけを見て甘えすぎ、子供っぽい、自己中心的、わがままだ、などと言います。補足すると、子供時代の不足感は大人になっても無意識から求め続けます。特に自分の満たされていないものに気づいていないときはそれが顕著です。多くのアダルトチルドレンはその不足感を埋めたいあまりに本人は気づいていなくても要求が激しいです。これが世間の人には子供のように自己中心的だと感じさせます。他にも参加しないとか目を合わせないなどの症状を持つ人もいるので、なんだあいつは俺たちを嫌っているのではないかと
決めつけられやすいです。でも本当は攻撃しているのではなくて、自分を守っているだけです。傷つくことを恐れて壁を作っているだけです。また、過去にとらわれている、前向きじゃない、いつまでも過去を引きずっているという批判も多いです。小さい子供は一人で生きられないのだから、親を悪く解釈できません。そこで愛されずに育っていても、愛されていないとは普通気づきません。親への憎しみを持っているとは最初は気づきません。まともに生きられるようになるには、自分が本当に感じているように感じられ、心を整理することが必要です。確かにずっと後ろ向きを向いて生きていれば問題ですが、でも階段を上るには現実を直視し整理することも必要なことです。愛されずに育った人を0段目からのスタートとするならば、50段目からスタートしている人にはこれはわからないんです。世間の偏見はアダルトチルドレンの外側だけを見ているに過ぎません。内側には心から望んでいたのに満たされなかった欲求や強い自己否定や複雑な無意識や心の必要性やものすごい不安や恐怖や生き延びるために身につけたものなどが渦巻いています。だから周りのきつい言葉にさらされるとさらに自己否定を強くしてしまいます。アダルトチルドレンが難しい存在なのはある意味当たり前です。だからこそ理解を必要としています。アダルトチルドレンは悪いことをしたわけではないのに、味方がいない、安らぎがない、居場所がない、安全基地がない、頼れる人がいない、優しい人がいない、気持ちを分かってくれる人がいない、この状態を理解してくれる人がいない。それでも頑張ってなんとか生きている。それがアダルトチルドレンです。でも、アダルトチルドレンは自己否定のスキルを身につけているし、さらに世間の冷たい目にさらされるので、自分でも自分自身に対して偏見の目を向けてしまいやすいです。アダルトチルドレンの自分自身への偏見もいろいろありますが、例えば、私はダメ人間だ。この自分が恥ずかしい。治るわけがない。どうせ無理。もう遅い。誰も私の気持ちを分かってくれない。などなどです。小さい頃から周りの人にありのままの自分を認められていないので、私は価値のない人間、自分は恥ずかしい存在と感じてしまっていたり、完璧を求められて生きてきた経験から自分の弱さを許せなかったり、自分の能力を信じられずにどうせ変われないと諦めていたり、この自分が愛されるわけがないと思っているから人の優しさを信じられなかったりしています。でも脳には可塑性があります。脳の可塑性とはものすごく簡単に言っちゃうと、学習によって変化するということです。年齢とともに硬くなってはいきますが、変えることはできます。つまり人間はいくつになっても行動や思考を変えていく力を持っています。自分を欠陥品と捉え、自分を卑下しているから、脳の可塑性が悪い方へ働いているんです。自ら生きづらい脳を作っているんです。
まずは自分がしてきた努力やポジティブ面を正しく理解しましょう。では、アダルトチルドレンにだってポジティブな側面はあるという話です。世間に偏見の目で見られるのは悲しいですが、これはこちらがコントロールすることはできません。でも、自分が自分自身に対している偏見は変えていきましょう。自分自身に対して偏見の目を向けているのは、かつて自分を守るために自己否定のスキルを使って、親は正しい、悪いのは自分だと解釈したところから始まっています。小さい子供は生き延びるために親の愛情や関心が必要です。必要です。だから親から愛情や関心を得られなければ子供は別の手を使います。例えば大泣きすれば助けてくれるだろうと思ったのにうまくいかなければ泣く量を調節してみたり、それでもダメなら泣くのをやめてみたり、いい子になってみたり、自己否定をしてみたりなど、いろいろな手を使ってみます。そしてうまくいった手が生き延びるためのスキルとして定着していくことが多いです。つまりアダルトチルドレンは本当は生き延びられない環境を自力で生き延びる方法を見つけて、なんとか生き延びてきたんです。だから今の自分を責める必要はありません。今の自分を弱い、欠陥人間、適応力がない、生きていく力がない、このような偏見の目で見ているアダルトチルドレンは多いですが、真逆です。強いし、適応力があったからあのひどい環境にも適応して生き延びてこれたんだし、そのような力を持っているんだからこれからも生きていけます。アダルトチルドレンは自分のネガティブ面ばかりを拡大してポジティブ面をないことにしています。例えば今までの人生で自分は困難に打ち勝ってきたという強い面はないことにしています。でもよく考えてみてください。実際に数々の試練を乗り越えています。その証拠は今も生きていることです。あのひどい環境の中で子供ながらにもできる範囲のことを精一杯してきたから今もこうして生きているんです。そして精一杯生きてきたのは子供の頃だけではありません。親が毒親だと子供はおかしくなります。幼い子供にはどうすることもできません。不適切な養育を受けたことは子供には何の落ち度もありません。なのに毒親はお前が悪いからだ。なんでそんなこともできないんだ。なんであの人みたいになれないのというスタンスで怒ります。だから自分が悪いんだ。自分に何か欠陥があるからみんなのようにできないんだ。自分はみんなのようにできないから頑張っていないんだ。と騙されているんです。想像してみてください。あなたはフィギュアスケートのオリンピック選手です。前回のオリンピックでは準優勝でした。前回のオリンピックの優勝者は年齢的に衰えてきているので、今回はあなたの優勝が期待されています。テレビでも優勝候補ナンバーワンと紹介されています。そこで猛練習をして本番に挑みました。本番では持てる力を全部出し切って、それもノーミスで自分史上最高の演技をしました。でも前回の優勝者も
ノーミスで最高の演技をしたので、あなたは負けて銀メダルでした。優勝を期待されていて、でも優勝できなかった自分をひどく蔑視し、自己嫌悪に陥ったとします。では次のケースです。あなたの優勝が期待されています。テレビでも優勝候補ナンバーワンと紹介されています。ここまではさっきのケースと同じです。でも本番では一度だけミスをしてしまいました。もうダメだと思っていたら、なんと前回の優勝者は途中で怪我をして棄権をしました。そこであなたが優勝しました。金メダルを目指して練習してきたのだから、どんな理由であれ金メダルを取ることが何より嬉しいのは当然です。でも勝って嬉しいとか負けて悔しいとかの感情ではなくて、価値として見たときに、猛練習をして本番に挑み、本番では持てる力を全部出し切って、それもノーミスで自分史上最高の演技をしたのであれば、勝敗に関係なく、努力と自分史上最高の演技には価値があります。優勝を目指して頑張るのだから、負ければ悔しいし、がっかりして当然です。次の大会のために敗因を分析する必要もあるかもしれません。でももう一方で、自分が頑張った面や自分が作り出した価値を見失わないことも強く生きていく上では大切です。自分の頑張った面は見ないで、俺はなんて無駄な人生を送ってきてしまったんだという人もいますね。アダルトチルドレンは小さい頃に愛されなかったがために満たされなかったものがあったり、認知の歪みがあったりするので、いろいろなことが片付かないと自己実現に向かえないんです。それでも自分にできる生き方の中で精一杯生きています。今もこのように動画を見て精一杯生きているんです。もういい加減気づいてください。あなたは悪くありません。自分は自分にできる生き方の中で最善をしているのではないか。この視点を持ってみてください。今は目標の人生には慣れていなくても、自分の努力や自分の価値を見失わないことは大切です。ましてや、今適応的な生き方ができていないことを自分が悪いのだと思わないでください。もともとの自分がダメ人間なのではなくて、あるいは成功体験がないからダメ人間なのではなくて、小さな成功を成功体験と思わないのがダメなんです。うまくいったことを運が良かっただけと解釈したり、ひどい環境を自力で生き抜いてきたのに、その自分のしてきた価値をカウントしていなかったり、自己再生しようとこのような動画を見たり本を読んだりしているのに、その自分の努力の価値を認めていないのがダメなんです。今はアダルトチルドレンの症状のせいで、あれができない、ここが人と違うと感じるかもしれません。でも、たとえアダルトチルドレンの症状があったとしても、それは全くのダメ人間ということを意味しているわけではありません。人は機能不全家族で育てば苦労します。苦労している人はダメ人間でも何でもありません。でも生きづらいのであれば、生き方を変えていきましょう。まずは自己否定をやめて、自己肯定感を高めて、少しずつ本来の自分を取り戻していきましょう。自己肯定感を高めるために、
毎週毎週、週に一度、今週したことの中で自分を褒めるリストを作りましょう。自分を褒めることとは、家事とか散歩とか運動とか、そんな小さな達成のことです。それらを成功体験として認識しましょう。他にも自己肯定感を高めるために、自己肯定感を高めようという再生リストも参考にしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。では、ポイントを振り返りながら補足します。愛のない親のもとで育った人は、なんとか安全を確保しようとして、無意識のうちに次のようなスキルを身につけることが多いです。感情を抑える、完璧を求める、自己犠牲で相手に従う、過度に警戒や回避する、他人を操作しようとする、徹底した自己否定。これらは生き延びるためのスキルだったんです。でも大人の世界ではこれらのスキルは裏目に出ます。人に流されやすい、新しい挑戦を怖がる、自分の欲求が満たせない、引きこもりや敵対的になりやすい。結果、どんどん自分を苦しめたり、周りに溶け込めなくなってしまいます。そして、普通に愛されて育った人は、アダルトチルドレンの行動が理解できません。そこで、周りはアダルトチルドレンに対して冷たい目を向けます。でも我々の脳は、最初から出来上がったものをもらうのではなくて、何万時間もの時間をかけて育ってきています。脳が育つまでの間に、それも脳がとても柔らかい小さい頃に、不適切な養育をされながら育ってくれば、脳が萎縮したり歪んで当たり前です。それを無視して今の状況だけを見て、あいつは甘えている、あいつはひねくれているという偏見の目で見るのが世間の人です。そして何より伝えたいのは、世間の目ではなくて、むしろアダルトチルドレンのあなた自身が自分に偏見を向けてしまっているということです。アダルトチルドレンは自分のネガティブ面ばかりを見て、自分のポジティブ面をほとんど見ません。話すのが苦手な人は、話せないからみんなの役に立てない。話せない自分は劣った存在。というようにネガティブ面ばかりを見ます。上手に話せなくても、話を聞けるという才能を持っている点には目を向けません。また、愛されずに育てば、心が成長せず、人が怖くなり、協調性を失い、意志や自信が揺らぎ、マイナス思考に陥るといった症状が出ることもあります。すると、そのようなネガティブ面だけに意識が集中します。そこで自分はダメ人間だと言いますが、でもあなたは好きで毒親のもとに生まれてきたわけではありません。自分でこの脳を選んだわけでもありません。自分にはコントロールできない大きなハンデを抱えながらも、できる範囲のことを精一杯やってきた。そのあなたの価値についてぜひ考えてみてください。また、アダルトチルドレンの中には危険察知能力が高い人も多いです。他にも自分には適応力がないと思っているアダルトチルドレンは多いですが、適応力があるからひどい環境を生き延びてきたんです。自己否定をしていると積極性が生まれません。立ち直る力が生まれません。愛されなかった人は達成したら OK というセルフジャッジを
達成に関係なく、楽しければ OK、成長していたら OK、精一杯生きていたら OK というセルフジャッジに変える努力が必要です。あなたは十分に頑張ってきました。まずは自分が自分にしている偏見に気づいて自分を許してあげてください。そして私は大きなハンデを抱えながらもできる範囲のことを精一杯やってきた立派な人間だ。俺は適応力がないのではない。適応力があるから生きているんだ。自分は数々の苦難を乗り越えてきた強い人間だ。と何度も何度も繰り返しましょう。ではすぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、これまで乗り越えてきたことを3つ書き出そうです。例えば5年生の時に不登校だったけど6年生から行けるようになった。中学の時に転校して誰も知らない学校で初日から友達を作った。大学の時、お金が全くない状態からアルバイトをして生き延びた。職場で同僚との関係がギクシャクしていたけど途中で仲良くなった。よかったらこのようなことを探して書き出してみてください。そして今までそれを意識していなかったのであれば、これからは意識するように書いたものをちょくちょく見返しましょう。アダルトチルドレンは自滅的行動をしていることに気づくことが大切です。アダルトチルドレンの自滅的行動対処法という動画も参考にしてください。また、アダルトチルドレンは本当に自分について悪く解釈します。これだと心が悪化してしまいます。視点を変えて自分のいい面に気づくことがとても大切です。視点を変えるには、パラダイムシフトでアダルトチルドレン改善方法という動画が最適です。よかったらそれらの動画も参考にしてください。また、アダルトチルドレンの直し方、自分探しイズムという再生リストは、このチャンネルのすべての動画が入っています。動画を順番に見たいという方は、その再生リストを活用してください。その他にも参考になりそうな動画や再生リストを概要欄に貼っておきます。いつも応援してくださっている方々、本当にありがとうございます。今日も最後までご視聴ありがとうございました。では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。バイバイ。